移動している製品の上に製品を載せる方法を説明します。Python スクリプトを使用して、コンベアー上に流れているワークをロボットでピックアップし、次に流れてくるワークの上に配置します。パート1では、コンベアー上に流れているワークをピックアップする方法を説明します。関連動画として、ロボットプログラムを Python で記述してみよう。ロボットを Python で制御して製品を整列してみようがあります。ぜひご覧ください。3D ワールドにフィーダー、コンベアー、ロボットを配置します。E カタログのタイプ別モデル、フィーダーズを選択します。ベーシックフィーダーを配置します。フィーダーにコンベアーを接続します。E カタログのタイプ別モデル、コンベヤーズ、ビジュアルコンポーネンツを展開します。フィーダーが選択された状態で、コンベヤーをダブルクリックすると、フィーダーにコンベヤーが接続されます。シミュレーションを実行すると、コンベヤーにワークが流れます。シミュレーションを一時停止します。パーツを選択すると、コンポーネントプロパティウィンドウでワークのサイズを確認できます。ワークの高さは 100mm ということがわかります。シミュレーションをリセットします。ロボットを配置します。E カタログのタイプ別モデル、ロボッツ、三菱エレクトリックを展開します。RV13FL を配置します。ビューセレクターの T をクリックし、上面を表示します。ロボットをコンベアーに届く範囲へ移動します。Python スクリプトを使用して、ロボットの動きを制御します。コンベアーを選択します。モデリングタブを開きます。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを追加します。今回は使用しないため、オンシグナル関数は削除します。オンラン関数は今は不要なため、一旦削除します。from vchelpers.robot2import と記述し、ロボットのライブラリーを呼び出します。ロボットのライブラリーには、ロボットを制御するときに便利なメソッドが含まれています。app getApplication と記述し、アプリケーション情報を取得します。comp getComponent と記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。pass comp.findBehavior と記述し、コンベアのビヘイビアを取得します。ワークはコンベアのパスを通るため、パスの情報を取得します。コンポーネントグラフウィンドウを確認すると、パスが表示されています。ワークはパスを通るため、パスと記述します。ロボットgetRobot と記述し、ロボットの情報を取得します。Python スクリプトはロボット内になく、ロボットとコンベアはインターフェース接続されていないため、直接ロボット名を記述してロボットを指定できません。そのため、app.findComponent と記述し、コンポーネントの情報を取得します。今回は RV13FL のロボットを使用しているため、RV13FL と記述します。プリントロボットと記述し、ロボットの情報を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ロボットの情報が表示されています。ロボットの情報を取得したことが確認できたため、プリント関数を削除します。def オンランと記述し、シミュレーション実行中の動作を設定します。while app.simulation.isRunning と記述し、シミュレーション実行中にループ処理します。if pass.componentCount 大なり0と記述し、パス上にコンポーネントが1つ以上あるときを条件にします。printPass.components と記述し、パス上のコンポーネントの情報を出力ウィンドウに表示します。シフトとタブキーを押しながら、インデントを1つ減らします。ディレイ 2.0 と記述し、処理を2秒遅らせます。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。コンベアー上にワークがあるとき、2秒ごとにワークの情報が取得されていることがわかります。
シミュレーションをリセットします。ワークの情報を取得したことが確認できたため、プリント関数を削除します。コンベアーに入ってきた最初のワークをピックアップします。パートイコールパスドットコンポーネンツ0と記述し、パスに入ってきた最初のワークを取得します。ロボットドットピックムービングパートと記述し、最初のワークをピックアップします。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットが最初のワークをピックアップします。次のワークが流れると、最初のワークを掴んだまま、次のワークを掴みます。シミュレーションをリセットします。最初のワークを掴んだまま、次のワークを掴まないようにします。Python スクリプトを開きます。if 文の下にソースコードを追記します。if robot.graspcontainer.componentCount イコール0と記述し、ロボットがワークを一つも掴んでいないときを条件に追加します。下の2行を選択し、タブキーを押し、インデントを一つ増やします。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットが最初のワークをピックアップします。次のワークが流れても、最初のワークを掴んだまま待機します。シミュレーションをリセットします。パート1の説明は以上となりますが、ファイルを保存する場合は、GetRobot を温覧関数に入れてください。温覧関数に入れずにファイルを保存して再度開くと、コードが実行されますが、vchelpers.robot2 を即座に読み取ることができずエラーが発生します。そのため、温覧関数に入れて、ファイルを読み込む際にコードをすぐに実行しないことで、エラーを回避できます。コンベアー上に流れているワークをピックアップする方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。